とね形が変わってきてるね。今日は雷雨の予報なんですけど、一応今のところ晴れてるんで、コンドゥビーチへ来てみました。あそこ渡れますかね。まあちょっと行ってみましょう。今9時40分ぐらいで、今日は中潮で、満潮が7時40分だから今引き潮で、2時間ぐらい経ったところで、多分歩いて行けるんじゃないかなという感じがするんですよね。ちょっと深いですね。あっちの方がサスが出現してるけど、サス本体はねこの辺りからもう始まってるから、この辺から上陸して向こうに行ってみようかな。まだ海の中に入ってる状態のねサスがまたいい感じなんですよ。おお、いいね。昨日今日とね雷雨の予報だったから、もともと西表ちょっと遊び行こうかなと思ってたんですけど、それやめたんですよ。で雷雨だから今度もダメかなと思ったら、昨日も晴れたしね、だから今日も来てみましたね。すごい。でほらテレビで、初夏の時期ねよくやるニュースなんかな、エアコンを試運転して、早めの時期に試運転して、壊れた場合、壊れてた場合修理とか、買い替えをして早めに対策しましょうみたいな、報道があるんですよね。僕もそれを見てて、そんなもんなんだなと思って、全然自分とは縁ないだろうと思ってたんですよ。でこの間昼間にねちょっとザーッと雨が降った時に窓閉め切ったらね、すごい暑かったんですよ。もうエアコンの時期やってきたなと思ってエアコンつけて、しばらくデスクワークなんかしてたんですよね。でなんか汗ばむんですよ。あれと思ってエアコン見たら熱風しか出てないんですよ。と思って、でもうちのエアコンまだ買って7年で、以前ねほら一緒に暮らしてた最愛の女性とね、使ってたエアコンなんですけどその思い出のエアコンをはねまだピカピカなんですよ。買って7年だから。日立の霧ヶ峰、15畳用だったかな。結構高かったんですよね、僕としては。で室外機を確認しに行ったらね、知ってたけど室外機も全体がサビサビなんですよ、潮風で。一応潮風対応のものだったんですけどね、錆びにくいっていうのが売りの。ダメでしたね。なので昨日エアコン買いに行きました。今は一人もんなんで
まあ少しだけランク落としたけど、まあ、それでもね総費用が13万円ぐらいかかったかな。離島はね結構工事の出張とかエアコンを引き取ってもらう時に古いやつ、まあ、それの貨物料金とかねいろいろかかるんですよね。結構大変なんですよ。まあでもまだこの暑さ本番の前で良かったですね真夏じゃなくてよかった本当。いいでしょ。まあ、ぜひ皆さんもね、男一人じゃなくて、最愛のパートナーとね、来てください。ああいいな、子供連れてきてる人がいる。幸せだな、いいな。いや、いつまでも眺めてられますね、ここ。すごいいい感じです。群馬限定キャベツサイダー。はい、じゃあ群馬限定キャベツサイダーいただきます。海底と刺すの境目ね。あれもしかして雷雨予報の雲なのかな。あの雲南側をずっと抜けてってくれればいいんだけどね。こっち来ないでほしいな。じゃあ名残惜しいですけど帰ります。雲すごいですね。いい感じだね。すごい。あそこにいるの多分おっさんだけど絵になってるね。おっさんだけど、おおすごい。竜の巣だね。愛の巣じゃありません。おー、すごいいい雰囲気だね。すごい引いてるね。今日ね中潮って言って、そんなに引かない、予定の日ではあるんですけど、潮見表を見たら他の日よりもダントツに、潮が引くような数字になってまして、わ、なんかあそこさ、島の下の方がなんかもやかかってるね。あれなんだろうね、不思議だね。俺あんなの初めて見た。あれは全部雨だね。この方全部雨。先日1月ぐらい前だったかな、す
ごいなんかラブラブなご夫婦さんが私にプレゼントをくれまして、小さいエアタンクなんですよね。で口に加えて潜ることができて10分間ぐらい潜ることができるんですよ。それを今日使いたいなと思ってたんですけど、天気がちょっと良くないんで、ああいうのはね最高の天気の時に使いたいから、お花畑も行くのやめておいて、で前回のリトライですね、車庫外で今日探しやすいと思うんですよ、こんだけ引いてたら。前回ね車庫外見つけられなかったからおさらいしてきたんですよ、過去の動画で。大体場所どの辺だったのかなと思って、映像見ても全然わかんないですけど、いや今ね石垣島の山がすっごい光ったんだけど、あそこだ、これ雷雲なんだ。今ここ歩いてたらなんか噴水みたいな、小さい噴水みたいなのが一瞬上がったんで、何かなと思ったらね生きてる車庫街を発見しました。ここにあります。これ生きてる車庫街ですね。これ挟まれたらやばいっすよ。お刺身にするとねまあいけるんですよ。お店で食べたら結構高いんじゃないかな。いくらかな。もう俺は確信してるよ、絶対岩だ、これだ。違った、ここじゃなかった。綺麗な感じですね。ここ違うんだけどね僕が平和な老後を送ってたとしたら、毎日ね近くのスイミングクラブへ行って、プールの中を泳いで足腰を鍛えてると思うんですよ。多分その時この話をね周りの人にすると思うんですよ。で周りの人たちがねもう何回も聞いたよみたいな結局車庫街は見つからなかったんじゃなんつって。やったー、やっと見つけたここだった。いやー、ここら辺にねいっぱいあります、車庫街の殻。ここにね、これ全部車庫街の殻ですね。はい、でこれがリーフエッジですね。すごい、向こうはリーフアウト、ずーっとだよ、向こうまでずーっと潮が引いてリーフエッジが露出してます。この辺のサンゴもすごい綺麗そうだよね。この辺り面白そうじゃん。すごいね、ここほら、リーフの外に行かなくてもこんなに。全部サンゴなんですよね。ここまで水が引いちゃうとリーフアウトまで歩いていけないっていう感じなんですよ。足の踏み場もないですね進めないよ、ここから先。全部サンゴだからね。もう車庫街向けだ。持って帰るのめんどくさいな。ちょっと置いとこうか。ウツボがいる。じゃあ帰りますか。これどうしようね。見つけた時は嬉しいんですけど、